皆さん、今回の解説へようこそ。さて、今日皆さんと一緒にマスターしていくのはズバリ OECD439 です。なんだか難しそうな名前ですよね。でもこれめちゃくちゃ重要なものなんです。簡単に言うと、ウサギやマウスなどの動物を一切犠牲にすることなく、普段私たちが使っている化粧品とか化学物質が本当に肌に安全なのっていうのを確認するための世界的なテストのルールのことなんですよ。今日はこの実験室のプロトコルが一体どうやって機能しているのか、そのステップやデータの読み方まで専門的な視点も交えつつ、まるっと解き明かしていきます。準備はいいですか？早速始めていきましょう。今日のアジェンダはこんな感じです。まずは動物実験からの脱却。次に OECD439 の仕組み。そして具体的なテストの手順。さらに細胞生存率という指標について見ていき、実験データの正しい読み方。最後に製品の安全性がどう守られているかという流れで進めていきますね。まずはセクション1、動物実験からの脱却についてです。ちょっと想像してみてほしいんですが、昔は化粧品の安全性を確かめるために、実際に生きた動物のお肌を使ってテストをしていましたよね。でも今の時代、倫理的な問題もあって、そういった従来の動物実験って世界中でどんどん段階的に廃止されているんです。時間もすごくかかっていましたしね。じゃあ、代わりにどうやって安全性を確認しているのって思いますよね。そこで登場したのが、インビトロ、つまり体外試験と呼ばれる最新のアプローチなんです。これ、単に動物を犠牲にしない、いわゆるクルエリティフリーってだけじゃなくて、OECD、経済協力開発機構ですね。そこがしっかり検証して認めた、ものすごく信頼性の高い科学的な方法なんですよ。続いてセクション2。この OECD439 の正体についてもう少し深掘りしていきましょう。ここで主役になるのが RHE、日本語で言うと再構築人表皮というモデルです。これが本当にすごいんですよ。人間の普通の表皮細胞を培養して作ったいわば 3D の人工皮膚モデルなんですけど、ただ細胞を寄せ集めただけじゃないんです。皆さんの肌と同じように一番外側の角質層から始まって下流層、有極層、そして一番奥の基底層まで何層にも重なる構造をラボの中で完璧に再現しているんです。言ってみれば本物の人間の皮膚のめちゃくちゃ正確な身代わりなんですよね。まるで SF の世界みたいじゃないですか？さて、このリアルな皮膚モデルにテストしたい成分を塗った後、じゃあどれくらいの細胞がダメージを受けずに生きて残ったのかを知りたくなりますよね。そこで使うのが MTT 圧生という化学試験です。少し専門的ですが、要は生きている細胞だけが反応して色が変わるという仕組みを利用しています。そこに波長570ナノメートルの光をピッと当てて、色の濃さ、つまり光学濃度を機械で読み取るんです。これで生きた細胞がどれだけ残っているかを誰が見てもわかるように数字で正確に割り出せるというわけなんです。それではセクション3、実際に実験室でどんな作業が行われているのか、具体的なステップを見ていきましょう。実際にラボにいるような感覚で聞いてくださいね。例えば EPTR という標準的なテストの流れなんですが、スケジュールがものすごく厳格に決まっているんです。まず0日目。先ほどの 3D 皮膚組織を培養液に入れて準備します。この時、たまたまその細胞だけ強かったなんていう誤差をなくすために、1つのテスト物質につき必ず3つの複製、つまり別々の組織を用意するんです。そして1日目、ここが一番緊張するポイントですね。調べたい物質を皮膚モデルに塗って、室温でぴったり30分間だけ暴露させます。30分経ったらすぐに洗って反応をピタッと止めます。その後、およそ42時間かけてさらに培養して、2日目から3日目に先ほどお話しした MTT 圧生で細胞がどれくらい生き残ったかを測るんです。あと、これ個人的にすごく面白いなと思うんですが、テストする物質が液体か固体かで扱い方が全然違うんですよ。液体とかジェルのような半固体のものはそのまま皮膚モデルに塗れば OK。でも固体の成分はどうするか。そのままポンと置いてもうまくなじみませんよね。なので、まずはモデルの表面を少しだけ純水で湿らせて、そこに細かくすりつぶした粉末を乗せるんです。そして30分経ったら PBS っていう生理食塩水を使って成分が残らないように徹底的に洗い流します。この丁寧な下準備があるからこそ正確な結果が取れるんですよね。
さて、セクション4。ここからは最も重要な細胞生存率の指標についてです。皆さん、いきなりですが、この 50% という数字、これだけは絶対に覚えて帰ってください。OECD49 のテストにおいて、これが全てを左右する絶対的なボーダーライン、いわゆるゴールデンルールなんです。どういうことか説明しますね。まず、絶対に安全な水を塗った時の細胞の元気度を 100% だとします。で、テストしたい成分を塗った結果、細胞の生存率が 50% 以下までガクッと落ちてしまったら、これはもう言い逃れできません。皮膚にダメージを与える刺激性あり、専門用語でカテゴリー2としてバッチリ分類されます。逆に言えば 50% を少しでも超えていれば、非刺激性としてクリアできるわけです。すごく白黒はっきりした客観的な基準ですよね。それではセクション5。実際に実験室から出てきたデータをどうやって正しく読むのか、皆さんも一緒にやってみましょう。ここで皆さんもプロの目線を持ちましょう。テストサンプルの結果の数字を見る前に、まず絶対に確認しなきゃいけない授乳基準っていうルールがあるんです。実験がそもそも成功しているかのチェックですね。ポイントは3つ。まず、基準となる水を使った陰性対象、いわゆるネガティブコントロールがちゃんと 100% になっているか。次に、わざと強い刺激物を使った陽性対象、ポジティブコントロールでちゃんと細胞が死んで刺激性が示されているか。これって、このテストはちゃんと刺激を見抜ける機能がありますよっていう証明なんです。最後に、結果にばらつきが出ないよう、最低でも3つの組織複製が使われているか。これを全部クリアして初めて、よし、このデータは信用できるぞとなるわけです。じゃあ、実際のデータ表を一緒に見ていきましょう。一番上の行、陰性対象ですね。細胞生存率は 100%。完璧なベースラインです。次の行、陽性対象。強力な刺激物なので、生存率は 28.3% まで落ち込んでいます。つまり、テストのシステム自体はちゃんと働いてますね。さあ、本命の一番下、テストサンプル A を見てください。なんと細胞生存率 103.3%。先ほどのゴールデンルールである 50% のラインを余裕で超えていますよね。ということは、この成分の予測は非刺激性、つまりお肌に塗っても安全だという合格のハンコが押されるわけです。でももし、こんな結果が出たらどうでしょう。上2つのチェック項目はさっきと同じで問題ありません。でも一番下のテストサンプル B に注目してください。細胞の生存率が 38.4% になっていますよね。はい、50% のボーダーラインを下回ってしまいました。この数字を見た瞬間、あ、これはカテゴリー2の刺激物だな、とすぐに特定できます。残念ながら、この成分はそのままでは製品に使えない、不合格となってしまうわけです。すごくシンプルですよね。でもだからこそ、私たちの安全を守る超強力な壁になってくれているんです。最後のセクション6です。製品の安全性確保について。これが皆さんの生活にどう直結するのかをお話しします。今まで見てきたようなちょっと粉無しそうに思える実験室のデータやルール、これって決して白衣を着た研究者たちだけの話じゃないんです。あなたが毎日顔に塗る化粧品とかボディケア製品、それから農業で使われる薬が本当に安全かを保証するためのものなんですよね。これら厳しい国際的な規制基準をクリアして初めて製品はお店の棚に並び私たちの肌を守ってくれます。しかも繰り返しますが、たった一匹の動物の命も奪うことなくそれを実現している。これこそが現代の科学が成し遂げた本当に素晴らしい成果だと思いませんか？さて、今回の解説はいかがでしたか？今日皆さんはもうプロのように毒性テストの表を読み解き、最先端の科学がどうやって製品の安全を支えているのかを理解できたはずです。ここで最後に皆さんに一つ問いかけさせてください。今回のように私たちが普段気づかないところで毎日私たちの健康を静かにそして確実に守ってくれている隠れた科学のルールって他にもどんなものがあると思いますか？明日から何気なく使っているアイテムの裏側にある科学に少しだけ思いを巡らせてみるのも面白いかもしれませんよ。それでは今回の解説はここまでです。また次回のテーマでお会いしましょう。